ねねとちゃちゃ。どうする家康に学ぶ日本史。ねねは秀頼が秀吉の子でないことを知っていた。実は豊臣秀吉は正室のねねに側室のちゃちゃが産んだ秀頼は自分の子ではないと手紙で伝えていた。ねねとちゃちゃのその後を詳しく見ていこう。秀吉の正室ねね北の政所は秀吉を支え続けて成功へ導いた賢婦人である。秀吉が天下人となってもねねは尾張弁で話す気取らない女性であった。一方のちゃちゃ淀殿は織田信長の妹お市の方の長女で秀吉より20歳も若い母親似の美女であった。当時は正室の地位は絶対的で秀吉は生涯に16人の側室を持ったとされるが、当初ちゃちゃは側室の一人に過ぎなかった。ところが1588年天正16年ちゃちゃが解任したことでその環境が大きく変わるのである。ねねは子宝に恵まれず、また秀吉も多くの側室を持ちながらそれまで一人の子供も恵まれることはなかった。ちゃちゃの解任については現在でもさまざまな説が唱えられているが、当時もいろんな噂が飛び交ったようである。そんな中でちゃちゃは翌年に鶴松を産むが、たった3歳で養成してしまう。秀吉の落胆ぶりは周囲の人々が目を覆ったほどであったという。ところが2年後の1593年文禄2年に待望の跡取り豊臣秀頼が誕生するのである。そのため世間の人々は鶴松や秀頼のことを秀吉の本当の子供であるとは誰も信じていなかったようである。ポルトガルの宣教師フロイスも著書「日本史」で秀吉には子種がなく本当の子供ではないと皆密かに信じていたと書き残している。そのため秀吉は自分には子種がないと知りながら織田信長の血統を引くちゃちゃに自ら進んで豊臣家の子を産ませたと考えるのが自然である。そして本当の父親は親権を主張しない僧侶などの宗教関係者だと言われている。しかし側近の者たちは恐れ多いこととして誰もこのことに触れる者はいなかった。ところが秀吉はねねにだけは手紙で本心を打ち明けていた。秀吉はちゃちゃの秀頼解任を知った1592年文禄元年5月22日付の現存するねねに送った秀吉書簡で次のように記しているのである。先日来咳が止まらず手紙が書けなかった。これは筆を持つ気になって最初の手紙である。二の丸ちゃちゃが解任したとの知らせを受けた。めでたい。しかし我々は子供など欲しくはない。わしの子は鶴松だったがあの世に行ってしまった。こたび生まれた子供は二の丸だけの子であろう。秀吉はねねに事前に
秀頼が自分の子供ではないことを打ち明けていた。その上で秀吉とねねは豊臣家存続のために秀頼を後継者に祭り上げるという文字通り猿芝居を演じ続けたのである。秀吉が病没した時、秀頼はまだ6歳であった。ねねは秀吉から残された豊臣家を存続させようと徳川家康へ秀頼と茶々が挨拶に行くように勧めている。しかし茶々は家康に頭を下げるぐらいなら秀頼と差し違えて死ぬと答えた。そのためにねねは大阪城を去り京都に移り住んでいる。この時にあらゆる戦火を乗り越えてきたねねには将来大阪城が焼け落ちて豊臣家が滅亡する姿がはっきりと見えていたに違いない。織田信長をはじめ多くの戦国大名が現れては消える厳しさを間近で見てきたねねは天下を幼い秀頼が支えられるほど甘くはないことを知り尽くしていた。通説では関ヶ原の合戦を前にねねは福島正則ら豊臣恩子の大名に徳川方に加勢するよう指示したとされている。しかし賢明なねねは秀吉の後家として法事などは執り行ったが政治向き全般についてはすでに大阪城に入った茶々に一任している。つまり石田三成が茶々を利用したようにねねも豊臣家臣の内部分裂に利用された可能性が高い。ねねは京都で秀吉を祀った豊国神社の建立に傾注している。関ヶ原の合戦後、ねねが家康に協力したのは家康に頼れば豊臣家が一大名として存続できると考えたからである。ねねは最後まで豊臣家の存続を願ったが、茶々と秀頼は家康の大阪から大和への移風の話を拒絶する。1615年慶長20年大阪夏の陣で茶々は秀頼と自害して豊臣家が滅びると、家康は豊国神社を破壊して秀吉の痕跡を消し去った。信じた家康にも裏切られ豊臣家が滅亡して生きる張り合いを失ったねねは1619年元和5年に病床につく。そしてねね北の政所は3年後に京都高台寺でひっそりと77歳で息を引き取った。その後ねねはあの世で秀吉と再会した時にどのような会話を交わしたのだろうか。